指物というのは部材を正確な大きさに厚さ、長さ、幅を揃えることから始まります。そのためにはこの後ろにありますノコギリやカンナを使って製作をしていきます。そしてその出来上がった部材の一方にほぞ、もう一方にほぞ穴、これを作ってそこに差し込んで組み立てていく、そういう技法です。まさに木組みの世界ですね。四角いものを四角く作る、これが指物の一番の基本なんですけども、これはやっぱりなかなか難しいものです。この指物の技法を用いて、ここにあります多模岩層長方箱を作りました。作品を作る上で一番大切なことは、どのような材料を使うかです。どんな木でもいいわけではなくて、この木のこの部分、自分が一番いいと思った美しい部分を使います。ここではタモの木を使っています。タモは木目が美しく、さらに粘りもあり、大変いい木です。その材をあえて黒漆で仕上げ、木目を引き立たせるようにしました。その蓋を開けると中から白い箱が現れます。シカモアメープルというフランス産の楓で作りました。二段重ねになっていますが、その間のところに朱色の材が入っています。これは日本の梨の木です。この部分と蓋の四隅に入っている黒いグラナディラという木の部分に白蝶貝、黒蝶貝の 1.5 ミリほどの貝が象眼してあります。そして台は一番下の部分は黒柿を使っています。この作品は蓋、そして中の箱ともに四隅を留め型、隠し有型継ぎで組み立てています。内部はこのように細かいほぞができています。一つ一つのほぞの形が台形をしています。これを有型と言います。この組み方は非常に丈夫にできるものですから、欧米諸国でも用いられていますけれども、ここまで細かくすることはあまりないようです。これがやはり日本の特徴かと思います。さらに内部の箱はシカモアメープルにこの朱色の木を剥ぎ合わせていますけれども、その剥ぎ合わせるところもただペタッと貼ったんではなくて、内部に凹凸を作って組み合わせています。そして下の黒柿の台輪の部分もやはり内部で組み合わさっています。このように見えないところで非常に手の込んだ仕口を作る、組み方をする、これがやはり日本の木工芸の特徴だと思います。私たちの作る作品は一つ一つまず部材を吟味し、技法を極め、そして最後の仕上げ、拭き漆をする、そういうことまで一つ一つ丁寧に作っていく。それによって工芸作品としての力が生まれてくるんだと思っています。